にちは。ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日はティッシュペーパーを使って白いお花のリースを作ります。大きめの紙皿を用意いたします。紙皿の真ん中を切り抜いて、この縁っこだけのね、こういったリースのベースにしたいので、丸い縁だけ残しておきます。ティッシュペーパーでお花を作ります。タコ糸のような紐も準備しておいて、適当な長さで切っておきます。ティッシュペーパーを4枚出します。折り目がねついてる方を横にして4枚重ねていきます。4枚重ねたティッシュを蛇腹折りにしていきたいと思います。まずこの上半分の半分ぐらいのところ、キューッと折ってこの中央の線に重ねます。で、上の端をまた手前に半分に折ります。で、これ上半分が折れました。で、真ん中のところねちょっと折って、折れたとここう後ろに隠して、でまたここのね半分のところをキューッと上に揃えて持ってきます。と最後下の裾を上に持ってきますと、でここしっかり折りますと、8等分のね蛇腹ギザギザと折れました。蛇腹折りに折ったティッシュの半分のところで糸で結びます。この折ったね先っぽ端っこが上を向いているような位置にしてきて、でこの大体半分のところに糸を持ってきて2周ぐるぐると回します。1回2回回しました。でここ通して縛り目を作ってそーっと引っ張ります。そうするとキューッと絞れます。でもう一回縛り目を作って肩結びにします。こんな感じです。で紐がねちょっと長いので少し短く切っておきます。真ん中が絞れましたらお花の大きさに切りたいと思います。作りたいお花のね直径の長さぐらいだいたい目安をつけましたら、その大きさになるように端っこ切り揃えます。そうするとねここちょっとガタガタしてたりとかティッシュがきれいに揃ってなくてもここで切り揃えることができます。で切り揃えましたらもう一度この端っこね紙の端っこが上を向くようにして少し広げてください。このリボン結びみたいになりました。この端っこが上に向いた状態でこの折り山のところにハサミを入れて切り込みを作ります。この縛り目までの半分ぐらいまでの長さに折り山のところを切っていきます。大体で結構です。反対側も同じように折り山のラインに切り込みを入れていきます。で大体半分のところまで両側切れました。切り込みを入れましたらこの一つ一つ花びらのような形にしたいと思いますので、この角を落とすように
切っていきます。こんな感じで丸く切りました。これを同じように8本切っていきます。角を落とすように。でどんな感じでもいいです。すごく丸く切っていただいてもいいですし、ちょっとこの先が尖るように切っていただいても結構です。みんなバラバラになっても全く問題ございません。で反対側も切っていきます。で丸く切れました。で今度折り山の方を上にします。でこれをティッシュを1枚ずつ剥がして持ち上げます。でもともとティッシュ2枚重なってますが、この2枚重なってるので1枚といたします。少し広げていただいて、このところ1枚分をそーっと持ち上げます。あまりきつく持ち上げると破れてしまうので、そーっと上げます。上手に1枚剥がれなくて2枚一緒になったりとか、薄いものが1枚ずつ剥がれてしまったら、それはそれで結構です。問題ございませんので、それはそれで上げちゃってください。でこちら反対側もそーっと剥がすように上に持ち上げていきます。できるだけ根元まで剥がした方がきれいに上がってきます。でこれで1枚ずつ上げました。で同じ作業をこの下も4枚分繰り返します。これで4枚バラバラに持ち上げてお花のような形になりました。途中ね破れちゃうこともあるかと思いますが、それはそれでいいかと思います。お花の大きさを変えたりして6個ぐらい作るといいかなと思います。葉っぱを作ります。葉っぱの大きさや葉っぱの数はお好みで自由ですが、私のこの見本で作ったサイズでご説明いたします。5センチと9センチの長方形、4センチと8センチの長方形の2種類で作りました。でこの長方形に紙を切りましたら、半分に折ります。長細く半分に折っていきます。で折れましたら、この半分にしたままこの角をカーブに切り落として広げた時に葉っぱのような形にしたいと思います。この角からハサミを入れていきます。葉っぱの先っぽの方ですね、ちょっと尖らせたい場合は少しこう尖るようにハサミを入れてからこうカーブを描くようにストンと切り落とします。でこちらの方もカーブを描きながら切っていきます。こんな感じですね。こんな感じで切れました。で広げると葉っぱの形になります。でこのカーブとかですね、細長さとかいろんな形ができて構わないかと思います。でこのように切れましたら、少しですねカールをつけますと葉っぱらしいかなと思いますので、このお箸のような棒でカールをつけてみます。この折り山の方
を上に向けます。で、お箸のような棒を当てて少しカールするように棒に沿わせます。反対側も同じようにやってみます。そうしますとちょっとだけね、ふっくらと膨らみます。こちらが葉っぱの表になります。こういたしましたら、葉っぱの根元の方にちょっとだけ切り込みを入れると後で貼りやすくなります。これをお好きな枚数作ってください。葉っぱが何枚か切れましたら、お皿の縁に貼っていきます。木工用ボンドを使います。木工用ボンドを爪楊枝の先につけて、葉っぱのこの切れ込みのある方ですねの裏側にちょっと多めに広めにボンドを塗り広げます。で、どこでも構わないのですが、このボンドを塗った方が紙皿につくように貼っていきます。で、この時にね、切り込みが入っているとちょっと切り込みをね、ダーツのように重ねると葉っぱが起き上がってきますし、少し広げるとですね、反り返ったりします。これはね、あんまり深く考えなくていいです。貼りやすいように貼っていってください。で、こんな感じで外側に向けたり内側に向けたり、いろんな方向に貼っていきます。こんな感じで葉っぱが貼れました。もしですね、もう少し葉っぱが増やしたいなと思ったら、お花を貼った後に増やしてもいいかと思います。このティッシュの先ほど作ったお花をこの間に貼っていこうと思います。木工用ボンドも直接塗っていってしまいます。お花の裏に適当にボンドをキュッキュッとこんな感じでつけてもらって、例えばこの辺りにペタンと貼ります。で、根元の方を少しですね、押さえていただいて、しっかりくっつけます。で、このような要領で好きなところに貼ってきます。今一つ置きましたが、一つ置いた時点でですね、バランスを見ると、一度置いてみてバランスを見るといいかもしれません。お花がすべて貼れました。お花が貼れた後でですね、もう少し葉っぱを増やしたいようであれば、こうやって継ぎ足していくといいと思います。で、これで出来上がりです。ね、ティッシュの裏につけましたボンドはですね、乾くまで剥がれやすいので、しっかり乾かしてください。で、しっかり乾きましたら、適当な位置にですね、このように紐を通していただければリースとして飾ることができます。また紐の代わりにですね、リボンなんかつけてもいいかなと思います。こういった感じでね、リボンを通してあげても可愛いかなと思います。どうぞ好きなように爽やかなリースをアレンジしてください。